これはね、何ひよってんだよ。いいですか、説明させてもらっていいですか。やったーキラ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 。違うか。マジで見たわ。めちゃめちゃ可愛いでしょ。どうなんだろうなっていうところがいいね、ちゃんと伝わるのか。難しいことやるなーと思いながら。これお手伝いしましょうかっていう風に言ってもらえたんですよ。そんなにあばらが好きならこれは。可愛いでしょ。ソルティちゃん、体操服、クリスマス会、振り袖、長官誌ミトちゃん、メイデンミト、ウィケットちゃんにパウさん。そうね、おっぱいがダイナミックボンド。自分の知らない性癖、キリンさんがいる、ゾウさんがいる、鏡の前で自分のことを抱きしめてあげると。よだれ垂らしてるわけじゃない。共感してついていくわけじゃないから。今おならの音入った困っちゃうね、本当に。バーチャルトークドゥドゥドゥ。皆さんこんにちは。こんにちは。バーチャルトークの10回目になるんですけれども、10回目、この間折り返し地点とか言ってて、もう来ちゃったじゃん。10回目ね、折り返ったね。というわけで今回 VR チャットのクエスト扉というワールドに来ています。このワールドすごく便利で、オキュラスクエスト単体で VR チャット遊べるんですけども、アバターもなければワールドもあんまりなかったんですよ。あれからもう結構経ってワールドもアバターもたくさん増えていて、このクエスト扉のワールドに来たらクエスト単体で遊べるワールドっていうのが揃ってる。念のため説明しておくんですけれども、ソーシャル VR のこの VR チャットの中に入る方法、ゲーミング PC を使って入る方法と、オキュラスクエストを使って入る方法っていうこの2種類があるんです。なんでオキュラスクエストをヨドバシカメラとかビッグカメラで買って帰ってきて Wi-Fi につないだらもう VR チャットができるっていう、すごい気軽に遊べるようになってるんですけれども、やっぱり性能が低いんですよ。モバイルなんでね、コンピューターがヘッドセットに内蔵されているんで、そんなに性能が高くない。だから見れないアバターがあったり、遊びに行けないワールドがあったりするんです。本来みんなで一緒に YouTube 見たりとかできるんですけれども、オキュラスクエスト単体で入るとちょっと動画も見れなかったりとか、いろんな制限がかかってるんです。このワールドに来ていただければ、たくさんのクエスト対応ワールドやアバターが揃っているワールドに移動して遊びに行くことができるようになっているっていう感じなんですね。というわけで、ぜひこのクエスト扉に遊びに来てみてくださいね。来てくださいね。これはね、もうすごい楽しかったんですけど、前回の動画でも言ったんですけども、土の子バーチャルキャストのクイズ番組アタック25に出てきたんですよ。出たね。そう、出たね。すごい面白かった。土の子ひらがなのぬが書けないみたいなやつよ。そんなやつがクイズ番組出たらどうなんのっていう感じじゃないですか。それが実際に出たらさ、結構答えちゃってさ。クイズ番組を作ってくれてる人がひらがなのぬが書けない土の子のための問題を作ってくれたの。レベルコントロールしてくれたっていう。でもね、ほんとそれあるかもしれないなってちょっと思っててほとんど答えられないだろうなと。だからもう大いにふざけるしかないと思って、ちんちこりんな回答をしまくろうっていう風に思ってたんですよ。そしたらさ、意外にもこれもしかしてみたいな問題がたくさん出るのよ。そう、土の子最初全然動かないの。他の3人の人がビボビボとかやってるのに土の子だけ動かない。何なんかひよってんだよ。いいですか、ちょっと説明させてもらっていいですか。なんで初め全然押せなかったかっていうのは、もう土の子ふざける頭でいっぱいよ。どんな回答してやろうかなと思って問題ダダンっつって出るじゃない。出たら意外となんか、あれこれ答えられるんじゃないみたいなのが出るから、ギャグに走ろうか答えようかみたいな葛藤なんかこうなったわけですよ。それでおどおどしてて押せてなくて、でこれもいけると思って途中で舵切ったんよ。バッてこれ普通にクイズ遊べるわと思って、それで回答してたらめちゃめちゃ途中から面白くなっちゃって、普通に自分が楽しんでる。すごい面白かった。土の子答えられてね、ピンポンピンポン大正解みたいになってる時もう大はしゃぎよ。もうカメラに自分がどんな風に映ってるかとか忘れてもう大はしゃぎ。やったーお、やったやったーラッキ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 ー。これはね、知ってるよこれ。なんだったっけな、恋愛サーキュレーション。よっしゃー、来た来た来たー、やったー。カウンセリングかな。よっしゃー、緑の方が。ドラえもん？違うか。キテレツ大百科。キテレツだ。やったやったってね、ふうになってたからね。でしかも100回目ですよ。2年半ぐらい続いてて、その記念すべき100回目にお呼ばれしたっていうの本当に嬉しくて、めちゃめちゃ楽しかったです。よかったね。よかった。もしなんかイベントとかあって、ここは土の子を呼んだ方がいいぞみたいなのがあったら、ぜひ土の子を呼んでくれたら土の子駆けつけるんで、ぜひ呼んでください、土の子を。見たもん。
バーチャルトークのロゴに英語がついていたの、気づきましたか？マジで英語ついてたんですよ。いや実はまだ作ってない。これから作るんだよ。これからだよ。そう、これどういうことかっていうと、バーチャルトーク YouTube で公開してるじゃないですか。せっかくなんで海外の方にも見てもらいたい気持ちがあって、 YouTube に字幕つけれるんじゃないかなと思って、ミトちょんがすごい試行錯誤して36分39分ある動画を全部書き起こししてるんですよ。書き起こしてるの大変なの。海外の人がこれを見たらどう思うのかっていうのはすごい気になるところでそうはあなのるけれども。よ。やっぱり日本人としてソーシャル VR をやってるっていう状況なんで、ちょっとその辺は気になるよね。見てほしいけどどうなんだろうなっていうところが今ねすごくちゃんと伝わるのかどうかっていうところからそうなんだよ気になる。そうなんだよ海外の人も同じように感じてるのか、日本独特なのかな、ありそうな気もするよね。うんですごいのが、本職で翻訳をされてる秀樹斉藤さんからお手伝いしましょうかっていう風に言ってもらえたんですよ。ありがそうたいいやんですよ。本当にすごいありがたくて、会いに行ってこういう風にやりましょうっていうお話をこの間したんですよ。したそんな感じで翻訳のチェックをね、していただくことそう秀樹さんにしていただくことになったので、これはもう本格的に気合い入れてやろうっていう風に今なってるんですよ。それに合わせて今回バーチャルトークのロゴにも英語がピッてこう入ってるっていうのね。まだこの辺に字幕がついてなかったらまだ間に合ってないんだなって思ってます。クエスト扉ってワールドに入るといろんな扉がバーって入ってるんですよ。アバターとかゲームとかいろんな扉があって、ここに入っていくとさらにいろんなワールドに移動できるポータルね出してもいい。これがちょうどいい。今ミトちょんがこう出してくれたこれがポータルって言って、この中に入ると別のワールドに移動することができるんです。そんな感じでいろんなワールドに行けるんですけれども、あえてそのクエスト扉のアバターっていう部屋の中に入って収録しています。でなんでこのアバターの中に入ってるかっていうと、今回アバターのお話をしたいなっていうふうに思って、やっぱり一番初め VR チャット始めた時はオリジナルアバターなんか作らないですよ。これ作ってるんですよ。改変って言ってベースのシャムシールくんっていう僕アバターを使ってる。ミトちょんは猫猫さんっていうアバターをベースに作ってるんですけれども、体の方初音ミック使ったりしてこんな風に改変できるんです。初めに VR チャット入ってきた時はデフォルトアバターっていうのがあって、いろんなアバターがある中から好きなものを使えるんですよ。みんなとお話ししていくうちにいずれ改変しだすんですよ。ブレンダーとかユニティとか使い、ブレンダーとかユニティを使い出すんですね。そんなのがあって VR チャットの人たちはブレンダーユニティ使ってる人結構多いです。最近はパブリックアバター公開されてワールドにたくさん落ちてます。でまさにここアバターペデストラがたくさん置いてあるワールドになってるんですけれども、クエスト扉のアバターっていう扉の中に入ったらいろんなアバターを探しに行くことができるようになってます。なんで初めは自分の好きなアバターを探して、あこれかわいいっていうのを見つけたらそれをこう使って遊ぶ。途中からどんどん欲求みたいなのが高まっていって個性っていうのを出していってるんですよ。よく見るのがコンちゃんとかナスちゃんとかのそう改変。コンちゃんナスちゃんの改変は多いね。もうめちゃめちゃ可愛いの。なんならお披露目しちゃいましょうか。もう出来たてほやほやのちっちゃいちょっと後ろに下がってた。後ろに下がる。これなんですよ。めちゃめちゃ可愛いでしょ。これティグリナスっていう緑さんが作成されてるアバターですごい人気あるんですよ。それの改変でティグリミトって感じでナスちゃんを改変させていただいたんですけれども、こんな風に遊ぶんで、そんな感じでみんなアバターに夢中なんですよ。みんな可愛いの着てるから、それを見てたら自分もやりたくなっちゃうんだよね。私も自分で入れたんだけどすごい頑張った記憶がある。びっくりした私の子。自分でユニティ入れて自分で導入したのって。あんまり詳しくなくても入れてみようかなって。だから VR チャット入って初めてブレンダーユニティ触りましたっていう方多分多いんじゃないかな。絶対多いと思う。そんな感じで、なんとこのアバターお披露目するだけじゃないんですよ。販売されてるんですね。で2月の20日からクロスマーケットっていうイベントが行われます。ここでオキュラスクエストに対応したアバターを購入することができるマーケットフェスティバルになってまして、いろんなクリエイターさんが作ったアバターがいっぱい展示されていて、あこれ可愛いなとかかっこいいなっていうのを購入することができるイベントになってます。で今回クロスマーケットの方にブース出したんですよ。やったー。そう土の子ネオス大好きでしょ。ネオスで作ったブースを移植してクロスマーケットの方にやってみたら出せたんですよ。なんでバーチャルトークのブースもあるので、よかったら探してみてくださいね。持ってるアバター紹介しようかな。頑張って入れた。自分で入れたやつ、これが猫猫さんで、ちょっとジャンプ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 いやだからリアルジャンプじゃないって、ボタンでジャンプって背伸び背伸び。可愛いじゃん。で作ってもらった体操服。みんなに言われたわ。土の子そんな趣味があったかみたいな。い
次はこれソルティ夏になったら着たいね。これがソルティちゃんのクリスマス会でフリーザで見第7回できたやつた。でこれが召喚師ミトチョンクロスユニバースっていうカードゲームの主人公。で一番長く使ってたこれがメイデンミトだっけ。そうメイデンちゃんっていうアバターの体をお借りして作ったメイデンミト。これがでこれがウィケットちゃん2号のミトチョンバージョン。パウさんに作ってもらったパウさん。そうねパウさんミトだね。パウさんクロスマーケットにブースを出してるっていうことなのでいろいろ聞いてみたいなと思って今からパウさんのところに行ってみたいと思います。それではレッツゴーというわけでパウさんにバーチャルトークに来ていただきました。あー来ちゃったよ前々回でほらモッチーとコラボしたでしょ。パウさんが言ってくれたから実現したのよ。めっちゃありがとう。本当に大好評で面白か面った。白かったですよ。見なきゃ見なきゃみたいな。前回 CM かなんかであの子さん出てたじゃないですか。見た時にあの子さん出てるってなりましたね。僕は羨ましいみたいな気持ち。僕は出てないんですけどちょっとでもついに念願の出演ということで。僕も YouTube に載っちゃいますよ。いやもうねパウさんのバーチャルトークに出たいっていう思いが強くて土の子見たよブログ感動したわブログ見て読んだそんなに出たいんだと思ってなんかラジオとかやりたかったんですよね。なるほど。でもめんどくさいじゃないですか。編集とか話題とか考えないといけないとか自分ではやれないのでやりたかったけど大変だからなんならなんかに乗っかってやれみたいなそういうことですね。いいところを見つけたとここだって思ってもうそのパウさんの熱い思いがもう土の子に伝わったわ。よかったらそのブログの URL をとかやっても大丈夫。そうですよ。これ読んでください。よかったら見てみてください。パウさんブログ切り絵とかやってるね。はい、やってます。ずっとやってたの。始めたのが中学生ぐらいの時に。ごめんちょっと待ってもらっていい。ミトちゃんの声めっちゃ入ってるからもうちょっと向こう向いてもらっていい。ちょっと待ってよこっちに来るわ。ごめんねパウさん。大丈夫です。カメラがどこ行ったカメラ、はい、ここ皆さんでNG シーンです。おまけって結構あるんよ今までも。でもカットして切り捨てられてるからね。いやもうねこういう感じのノリでずっとやってるよね。あれなのよ土の子ひどいからさ前回なんてさ夜の3時までそうみんな見ましたよね。見たけどなんか夜遅くまで収録続いたみたいなやつですよね。そう土の子が歴史の流れから VR の未来みたいなのを熱く語ってたらもう途中から全然テンションが違うのね。前回第9回の後半もうミトちゃん一言も喋ってないからねずっと土の子のターンみたいになってて。だってさ午前3時よ。午前3時から収録始めたのよ。眠いったらあるしやっと撮れたと思って収録する OBS だったっけ。アプリがなんかバグってミトちゃんの声が途中から全然入ってないことに気がついて寝てたのを起こして「ミトちゃん今から撮るよ」って言って。でしかも全然相づち打ってなかったからちゃんと打ってって言われてめちゃめちゃそっけなかったよ。あんなんじゃ疎外感感じるからやめてってもっと相づちとか打ってっていう風に言ってでそれでやってもらったのに全然愛想ないの。ミトちゃんの中ではすごい相づち打ってたつもりだったらしいんだけど実際見てみたら全然ボケやっとしてるからね。ミトちゃんさんかわいそうなんだけどバーチャルトークの収録現場はスパルタよスパルタ。それ絶対話す相手間違ってますかなり脱線しちゃったんだけどパウさん切り絵をやってるっていうお話なんだよね。僕が切り絵を始めたのが中学生ぐらい。ブログあされば多分切り絵やったきっかけとかも書いてたような気がしなくもないんですけど、とりあえずやったきっかけは部活が芸術部だったんですけど、何やってもいいみたいな。演劇やってもいいし絵描いてもいいしフィギュア作ってもいいよみたいな。すごい自由だね。へえ。そう自由なんですよ。でそこの先輩が切り絵やっててなんで素敵なんだってなって僕もやろうって言ってやり始めたのがきっかけですね。その作品も上がってるっていうことだよね。ツイッターでも同じやつちょこちょこ上がってますね。本当に切り絵っていうのは何紙を切るの。そうですね。 A4 の紙みたいなのを切るの。今めんどくさいからルーズリーフ切っちゃうんですけど、なるほどなるほど。切り絵で思い浮かぶのは多分黒色の紙を切ってこう透かしてみせるって感じなんですけど、最近はちょっと違うやつを透明にしたいとこだけ切り抜くみたいな感じのやり方をやってみたりいろいろやってるんですね。難しそうだな。だって切り絵ってグラデーションとかかけれないでしょ。完全な白黒のアウトラインみたいな。そうなんですけど背景花とかがたくさん咲いてるようなとこに行ったとしたら切り絵を持って後ろが透けるじゃないですか。透明だった服がドレスになるわけですよ。わかります？ちょっとわからなかったわ。例えばですよ、こういう羽
羽が切り絵みたいな感じじゃないですか。華やかなワールドでこの子を映した場合、羽がワールドの背景を着てるような状態になるわけ。この後ろが例えば青空だったら青い羽になる。空を着てるみたいな感じのイメージ。ああ、なるほどね。ついこの間もあげてたよね。そうなんです。この間は友達のチョコレーちゃんを切ってみたり。ちょっと載せてもいいですか？ぜひ使ってください。ツイッターでもブログでもなんか適当にあるので、ちょっと動画の方にどうぞ重ねて載せます。どうぞ。なんかこの前葉っぱを切ってる人がいた。すんごい素敵だった。見た。切り絵って奥が深いのね。ねえ、奥が深い。まあそういう感じでパウさんにいろいろ聞きたいなって思ってるんですよ。質問コーナーだ。来たよ。質問コーナーで、なんでパウさんは VR チャットを始めたのかなっていうきっかけ聞きたいな。いい質問ですね。いい質問？よかった。僕リアルの友達がいまして、ユウさんっていう方がいるんですけど、話を聞くに VR チャットというものは自分でアバターを作ったら持ってこれるって言うじゃないですか。うわ、なんてすごいんだ。まさか今まで自分が描いてた絵が 3D にできるだなんてっていうことから作る気満々で始めたのが VR。なるほどね。じゃあもうほんとクリエイターとして VR チャットに来たっていう感じなんですね。そうです。自分の作ったアバターを見せびらかすためになるほど。モチベーションにもつながるしね、みんなに見てもらえるっていうの。みんな優しいから新しいのできたよって言ったら、あーすごいってかわいいとか、わペンギンだみたいなことをたくさん言ってもらえるわけですよ。それが楽しくてどんどん上手くなるわけですよ。パウさん同じやつを何回もアップデートして作ってるからクオリティが毎回上がってる感じがするよ。最初が全然うまくいかないからやっぱ慣れてなかったりしたりとか、いい動画とかもやっぱ出会えるまでに時間がかかったりするじゃないですか。なんか見つけたらそこからすぐに上手くなったりするんですけど、それまでが試行錯誤でいろんな作り方を真似て作ってて、自分に合った作り方にたどり着くまでが結構こう、変なとこでつまずいちゃったりするしね。知っちゃえば簡単に突破できるところを初めわかんないもんだからこうつまずいてなかなか進めないみたいなね。アバターのアップロードとか苦労しましたよね、作った時とか。いやーもうあれはね、もう修行よ修行。 VR チャットのアバターをね、そうアップロードするっていう修行よ。その辺にいる VR チャットの人こう「すいません」っつって「ここわかんないんですけど」教えてもらう。ディスコードつないでもらってもいいですか？無理やりディスコードにこう引っ張って一人足取り教えてもらって、教えてくれた人ありがとうございます。ツッチーもパウさんに教えてもらったもんね。いやそうなのよ。 YouTube に VR 技術動画っていう形で上がってるんですけど、首すげ替え技術の動画、パウさんにディスコード通話でつないで教えてもらったんですよ。一緒に試行錯誤しましたからね。そうあれみたいな。もうそうやってこう先輩方から技術をどんどんこうね広げていってっていう感じで。あれだよね、ブースとかで買ったアバターを改変して使ってる人は多いけど、自分で自作してる人ってなかなかそこまで行き着かない。そうなのよ、ゼロから作るのは改変から入ってないから改変できないですけど、逆にゼロからしかできない。ちなみにかき氷のこれが回ってるんですごいでしょ。かき氷はどこで作られてるの？頭の中です。頭の中口から出てこないのかな。口の中にカップ入れたらいいかんじゃんこうやって。友達がなんかダイナミックボーンをこの子に仕込んでくれて、あそうかな。あこれめっちゃ面白いじゃんこれ。かわいい PC でわ。見るとね、やたらと揺れるんですよ。めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてる。怖いと言われるぐらい揺れるんですよ。ちょっと作りが雑じゃない？上の回すところがなんかすごいブラこれ決まってるこのね手の部分が出てきちゃってねえ。そう雑なんですよ。なんかユニティ上だけでなんかいろいろするじゃないですか。服合わせたり、付け替えしたりとか、なんかユニティ上だけで完結してなんかあるじゃないですか。難しいことやるなーと思いながら。わかるわかる。ブレンダーの方が難しい気がするけど。いや多分そんなことはないんですよ。あ、そうなの？いや土の子もユニティの方が難しいと思ってる。だけど多分ブレンダーの方が難しいって思ってる人もかなり多いと思うよ。パウさんってブレンダー触ったことないまま入ってきたの？はい、そうです。すごい。入るためにブレンダーを触り始めた。はい、VR チャットを始めたと同時にブレンダーが始まりました。すごい。熱というか勢いがすごいね。いい動画がその時あったからワニでも作れる。あ、土の子も見たわ。あれはお世話になったわ。ちょうど VR チャットを始めた時があれが第3回か第2回ぐらいまでやってるところで、ちょうどよかった。3回ぐらいまで追いついてから一緒に4、5って進んでステップアップしたみたいな感じ。なるほどね。半年前ぐらいにワニさんの動画が上がってたよね。リメイクなんか上
がってましたね。うん見てないんですけど。そう、うちの子もまだ見てないんだけど、バージョンも上がったからかな。2.8 になって操作方法。だいぶ変わったでしょ。2.8 以前はもう右クリックのなんかわけわからない操作性だったからね。左クリックでいいやんみたいな。右クリックばっかり押させられるのよ、あれ。すごい薬んよ。指ばっかり使うってこと？まあ、土の子は腱鞘炎だから薬指だね。普通中指か。中指だね、右クリックは。うん土の子薬指だから、右クリック。あ、そうなんです。そうなのよね。へー腱鞘炎で指使えなくなって。でもあれなんでしょ、仕事で使えなくなったわけじゃないんでしょ。この話するとね、大抵ね、いやまあデスクワークは大変ですからねって言われるんだけど、腱鞘炎になった理由、ただ FPS のやりすぎだからアンリアルトーナメントやりすぎたわちょっと話がまた脱線しちゃったんだけど、なるほどね。パウさんはクリエイターとして VR チャットの世界に入っていた。やっぱそのお友達もそうだったの？ユウさんはクリエイターではなくて、でも最近ユウさんが僕に影響されたのかめちゃくちゃモデリングし始めちゃって。おお、いいねいいね。実はユウさん本物作るんですよ、ブーストとか無料で配布してるんですけど、めちゃくちゃいいねもらっちゃうんですよね。なんかいろんな人がみんなダウンロードしてるから、なんだかなーみたいな。僕が先にやってたのにぐらい。僕がなんだかなーみたいな。複雑な気持ちになってるね。そうなんです。最近は人作り始めましたけど、なるほどね。そのうちユウさんのアバターも見れる日が来るんじゃないかなと僕は楽しみにしてます。楽しみだね、それはね。パウさんクロスマーケットにこのブースを公開されていて、クロスマーケットも日産と協賛どういう感じ？わかんない。そうなんかコラボしてるでしょ。僕参加してますけど、そんな詳しくわかりません。いやなんかもうそんな動きがあったのよ。今日たまたまツイッター見てたら書いてあってさ、すごーと思って、モグラ VR っていうニュースサイトに載ってたわ。まあそんな感じでクロスマーケットがすごい大きな動きになってて、土の子ワクワクしてるんですけれど、パウさんがなぜアバターを作り、なぜブースを作るのか聞きたいなと思って。僕がアバターを作る理由はめちゃくちゃ簡単で、絵描いてオリジナルキャラクター作って 3D で会いたいじゃないですか。もう単純にそれだけです。作ったものを 3D で見たいから、なるほどね。それだけです。自分が描いた絵で VR 空間内で僕と握手みたいな感じができるのがいいっていうことね。そういうことです。これがですね、ダンス踊れるワードとかあるじゃないですか。自分のアバター着てダンスするじゃないですか。踊ってるー。わかるわかるそれミトちゃんとこの間ダンスワールド行ったのよ。一緒に踊ってたんだけど、自分かわいい自分かわいいってミトちゃんなっててさそういうことなんですよ。もう自分で作った子が一番可愛いんですよ、これが。わかるわかる自分が一番可愛い。そうなんですよ。もうこれ親バカって言われるかもしれないですけど、自分で制作したアバターが一番可愛いんですよ。隅々まで分かってるからね。ゼロから作ってるからねそれが僕がモデリングする理由です。なるほどね。どうしてクロスマーケットに出るかっていうと、やっぱりいろんな人に知ってもらいたいっていう承認欲求じゃないですけど、自分の好きなものを他にも好きって言ってくれる人を探したいんですよ。だからそういう大きな場所に出たらやっぱいろんな人が来てくれるじゃないですか。そしたら中には僕のこの作品見て可愛いと思ってくれた人が僕のファンになってくれたら嬉しいなっていうことで、なるべく拡散してもらえるようにっていうことで。なるほどね。ファンです。ありがとうございます。嬉しいんですよ。だからここまでミトちゃんもずっと可愛い可愛いパウさんのアバター可愛いってすごいって言って、そうめちゃくちゃ言ってくれたのでめちゃくちゃ嬉しいんですよ。僕のアバターの目とかも結構特徴的なのでですね。そうだね。そうこのつぶらな瞳が可愛いのよ、パウさんのアバター。これを可愛いと思う人もいるし、別に可愛くないと思う人もやっぱ結構パッて分かれるので、それでとってもありがたいことだな常々感謝しております。いやこちらこそ。いやこちらです。パウさんブースっていうウェブサイトでアバター公開してたりするわけでしょ。有料で出してるんだよね。この子は無料ですけど、基本的にアバターは有料で出してます。期間限定でちょっとお安くしてる。今クロスマーケット2で出てる子たちがなんと500円で買えれるようにしてワンコインで買えちゃう。この子たちがそうなんです。ワンコインで買えるのでぜひ買ってくださいねって感じなんですけど、ただ注意があってウルトラだけ今非対応なので、それが治るまでは500円で置いとこうって感じなので、クロスマーケット2の期間中は一応500円、ウルトラ対応にしたらもうちょっとネタ元に戻そうかなみたいな感じで考えてるので、今の安いうちに買っとくと安く使いますよって感じで。なるほどなるほど。ね、は
ない感じです。なんかこうパウさん皆さんにお伝えしたいこととかあったりしますか？お伝えしたいこと、さっき販売の宣伝しちゃったから何かそれが一番伝えたいことね。それは一番伝えたいことですけど、そうですね、バーチャルトーク見てる人の中にはもしかしたらまだ VR チャットとかに来てない人もいるかもしれないので、ぜひこの機会をどんどん入ってきて自作したいなーっていう人だったら、僕とかに話しかけてくれれば、この動画良かったよとか、ここのサイトおすすめだよというのを多分教えられるかなと思うので、気軽に声かけてくれたらなと思います。Twitter は多分この辺に出てると思うので、ここに DM かなんか送ってくれたらピピって返したりするので、仲良くしてください。しかもこういうの聞いた方が早いのよ。自分で調べるの大変でしょ。何を検索キーワードにして調べればいいかもわからなかったりするから、だからね、聞いた方が早くて、画面共有しながらやったりとかしてんだよね。ディスコードの画面共有がすごい便利なのよ。ディスコードで画面共有できるんだ。できる。なんならスマートフォンでも見れるからね、デスクトップ画面相手の。そうすごいのよあれ。何その神機能。いやそうなのよ。低遅延で通話もできるし、画面共有もできるし、なんなら配信みたいな感じで使ってる人たちもいるじゃん。それは相づちを打ってるのよ。それ相づちじゃなくてヘドバンみたいになってるの。君の骨大丈夫かっていうぐらい。というわけで、ブレンダーやユニティで困ることがあったら、ぜひパウさんに頼ってください。わからないときは一緒に悩みましょう。誰よりも土の子がまずいろいろこう聞くことになるかもしれないわ。いや本当パウさんのおかげだったよね。ね、技術動画もコラボ動画もね、もう本当パウさんありがとう。いやこちらこそありがとう。パウさん大好き。いや楽しかったね。楽しかったねえ、めっちゃ楽しかった。首がめっちゃ揺れるペンギン可愛かったよね。そうすごかったねあれね。あれツッチダイナミックボーン入ってる？アホゲ？入ってるよ。アホゲもだし、この辺も。そうだよ。土の子ね、ダイナミックボーン入ってなかったんだけど、ほら見てこの上のアホゲとかね、前髪とか揺れるようになってるんだよ。これがダイナミックボーンって言って揺れる表現ができるんだよね。それでパウさんのペンギンは首にダイナミックボーンが入ってたのか、あんな風にゴニャンゴニャンゴニャンってなるっていう。おっぱいがダイナミックボーンの人もいるもんね。もうおっぱい揺らすためのものなんじゃないの、ダイナミックボーン。ギー君がクエストから PC 化して、すぐ遊びに行ったら耳をダイナミックボーン対応したんです。私言ってたね。耳がすごいゆらゆらって揺れてたよね。いやもうね、クエストから PC になった時のみんなが揺れてるとか、おっぱい揺れてるとかすごい楽しくて、それが一つの醍醐味な気がする。そう。みとちゃんなんか最近あばらが好きかもしれないみたいなこと言って。あばらフェチだわと思って。ダラスさんのアバターがあるんだけど見たくて、あばら見せてよっつってあばら見せてもらってたんだけど、そしたら私のあばらもみたいな感じであばらが2人にそうダブルあばらになってて、でそこで土の子がそんなにあばらが好きならこれはって本当に嫌なんだ。これめっちゃ怖い。このあばら感可愛くないよ。そんな感じでふざけて遊んでたりしてたんですけれども、自分の知らない性癖に気がつかされたり、それも面白かったりしてね。アバターのお話をしたいんですけれども、アバターっていう言葉を聞いた時に皆さんがどんなイメージをするのかちょっと分からなくて、 VR チャットとかソーシャル VR をもうやられてる方は完全にこの 3D のアバターしかイメージ浮かばないと思うんだけど、ウェブサービスとかで自分のプロフィール画像みたいなあれをアバターっていうこともあるんですよ。あるね。だから皆さんがアバターって聞いた時にどんなのをイメージするのかちょっとわからないんですけれども、ソーシャル VR のアバターとプロフィールアイコンのアバターは本当にもう全く別物ですよ。これは本当にヘッドマウントディスプレイをかぶって体験しないとわからないことなんですけれども、こうやって体を動かすとアバター自分の体が動くんですよ。仮想世界の土の子リアルではこんな格好してないわけですよ。当たり前ですが肩出てない。そう、ミトちゃんも肩出てないでしょ。寒いでしょこんな格好してたらね、初めて VR チャット体験した時もなんかいつもと手が違う、ちょっと大きさ違うみたいになったり、こうやって指とかも立てたりとかね、ピースってやるとこうやってピースされたりとかするんですよ。こんな風に本当に自分の体みたいに感じるんですよね。これ本当にやってみないと分かんないね。そういうのがあって、 VR の世界というのは実際に体験してみないと分からないことがたくさんあって、どんなに海を見たことない人に海ってこういうものなんだよ、すごい広い水たまりみたいな感じで中には魚がいてねっていう風にこういろんな説明をするわけですよ。でもどんなに海の説明をされても海を見たことない人には海が分からないわけですよ。でもヘッドマウントディスプレイをかぶって海を見るわけです。一瞬にしてこの世界を認識する。これが仮想世界かっ
っていう現象が起こるんですよね。なんでソーシャル VR を体験された方にしかわからないことっていうのはたくさんあって、そういうのをこのバーチャルトークを通してもっと知ってもらいたいなっていうふうにすごく思うんですよ。使い始めて1年以上経つから自分だよね。多分リアルで土の子の手が現れても違和感なくこうやってフーってなっちゃうかもしれないちょっと自分の手やっぱ大きいんですよ。こんなグローブみたいな手してる人いないでしょでもね慣れるんだよね。もうこれ自分の手みたいに見えるんだよ。だから他のアバターとかにするとめっちゃ気持ち悪くなったりするのね。実はここに見えないけど自分にだけしか見えない時計があるんだよね。あ、そうなんです。オーバーレイツールっていうのがあって VR の中で別のアプリを起動するっていうことができて、自分にしか見えない時計っていうのが今腕についてるんですよ。時計見るときはこうやってやるんですよ。面白いでしょ。ピースするとキランって目が光ったりとかダラーンってした顔になったりとかいろんな表情できるんですよ。いずれは顔をトラッキングして自分のそうフェイストラッキングがあって、実際に笑ったら中でも笑顔になるし、ほっぺたも膨らんだりとか、ベロをあーって動かしたら中で動いたりとかっていうのも最近あるんですけれども、指の形で表情を変えるっていうのが主流だったりします。初めなんか積み木やるだけで感動してたからね。そう、クエストのチュートリアルがあるんだけど、あれすごかったよね。あれでもう何これやばーってすごい衝撃を受けるよね。まあそのチュートリアルはやっぱ一人ですよ。一人ぼっち。何がすごいってこのソーシャル VR に入ったらみんながいるわけですよ。あっちに行ったらこの話、こっちに行ったらこの話みたいな。特になんかイベントごととか行ったりすると人の多さとかに圧倒される時あるよ。それがまた面白いのよ。ただ人がいるだけなのに一人かそうじゃないかの違いでどっちが現実か分からなくなるっていうか、そういう感覚になったりソーシャル VR を体験すると一番初めはいろんな衝撃があるのかなみたいな。アバターの印象によって接し方とか変わってくるっていう話があって、そうなの。ミトちゃんはリアルでは真面目顔をしてるっていう話を第2回の方でもさせていただいたんだけども、リアルではずっと真面目な人だっていう風に扱われてたんだよね。でも本当はそんなことなくて、バーチャルの世界でアバターとして接することによって周りの印象が変わってきて、で自分自身も印象が変わっていって性格も変わってきたりしちゃうのよ。自己肯定感がすごく上がると思う。可愛いキャラだったら可愛い、かっこいいアバターしてたらかっこいいってなるし、周りの接し方が変わってくるんですよ。リアルってなかなかかっこいい人見てもイケメンですねって言われたりとかしないと思うんだよね。時々イケメンを見つけに都会に遊びに行ったりしてたのよ。なんだその遊び方。イケメンを見に渋谷に行くのさ。なるほど動物園じゃないんだからいっぱいキリン人さんがいる、みゾウさんがいるみたいなノリでイケメンを見てたイケメンがいるみたいな。なんだそれ。で横断歩道を渡ってるイケメンをこっちって観察するのさ。それ大丈夫？それちょっとギリギリセーフでいいのかなこれ。いやでも別にさイケメンがいたからってよだれ垂らしてるわけじゃないから、そうだね、別に害ないしね。渡ってる間だけだし、ストーカーしてその人についていくわけじゃないから、なるほどね。そんなイケメンがいても話しかけたことはないんだよ。だから、そりゃそうだよね、話しかけれないよ。そうでもバーチャルにいたらイケメンいるんだよ最近。ホストクラブもあるし。今まではバービー肉おじさんって言って可愛いアバターがすごく多かったんだけど、そういう人たちがいたらめっちゃイケメンやんっつってめっちゃ行く。そう言うてしまえばバーチャルの世界では日常的にナンパしてるような感じだからね。だって入ったらみんないて「こんにちは、みんな何やってたの?」って言って話しかけに行くわけよ。こんなんリアルでやったらめちゃめちゃプレイボーイな感じになるけど普通のことなんですよ。普通だったら知らない人の真ん中入っていかないもんね、だけど普通に入っていけるんだよね。そうだね。なんだって垣根の低さというかね。やっぱり守られてるっていうのがあるじゃん。怖い人に話しかけちゃったとしても殴られたりするわけでもなく身の危険がないわけですよ。だからやっぱり気軽に話しかけれるっていうのはあるよね。まあみんなが着ぐるみ着てワイワイしてたらまあリアルでもなりそうだけどね。父の子のおすすめとしてはなりたい自分の姿になっていくっていうのがすごいいいと思っていて、例えばリアルではあんまり自信がないからもっと自信を持ちたいんだと思ったら自信満々な顔をしているアバターになって話してたら多分現実の自分も自信満々になっていくのよ。長身でイケメンのアバターとかだったら私がかっこいいねって言って絶対行くからだってさバーチャルとはいえみんなにかっこいいとか言われてたらさ自信になってくるよね。そんな気がしてくる。それにそれをわざわざ切り離す必要ないの。バーチャルの自分はすごいかっこいいって言われるけどリアルの自分はなんていう風に切り離さなくていいのよ。もう一緒よ一緒。だって同じ人がやってんだから魂だからね。同じ人物なんですよ。だから自分を自分で洗脳する自分のマインドコントロールみたいなところを意識して遊んでみるのもすごく面白いんじゃないかなって思ってます。言ってほしかったら見て見てって言っていったらみんな可愛いねとかすぐ言ってくれるし、それはそうじゃないしリアルでそれ言ってみ見て見てかっこいいでしょってはぁって言われちゃうからねでもバーチャルは
違うから、なんて優しい世界なんだろう。でバーチャルで暮らしてて、本当は僕こんなにイケメンじゃないしとかって思ってても、リアルで会う必要ないじゃん。オフ会に行ってもいいんだけど、行かないっていう選択肢もあるから、ここの中でイケメンとして生活してればもう全然問題ない。そうもう全然 OK よそれで。だから全然気に病むことなく、やりたい自分になるために入ってくる。もうここだけはもう俺の天下だみたいな、そうだね、そんな感じで入ってくるのも全然いい気がする。一番輝いてる自分をバーチャルの中で出していく。時には気持ちが乗らなくて闇の方に引きずり込まれていっちゃうみたいな時もあると思うんですけれど、基本スタンスは解放されて自分最高、もうナルシストでいいのよ。土の子なんか普段からみんなから愛されてるからなーって言ってるからね。で私がそうねこんなことを言われても土の子は関係ないから、土の子はみんなから愛されてる。みんなが何を言おうが土の子は愛されてる。かっこいいでしょ。そうね土の子毎日言ってるもんね。ツイッターとかいいコメントがつくたびに、ああもう土の子みんなから愛されてるっていう風に。でもそれってすごく大切だと思う。結構ギャグで言ってるんだけれども、本当にすごい大事で、自分のことを好きになるところからが人生スタートだと思ってる。本当にいいじゃん、自分のこと好きであって。そう、自分のこと大好きでいいのよ。もう自分のこと抱きしめてあげて、鏡の前で自分のことを抱きしめてあげるという。私小学生の時衝撃的なことがあって、お友達がリアルのアバター可愛いねって言われたの。そしたらありがとうございますって言ったの、その友達が。って思って、私それまでそんなことないですとか謙遜することしか知らなかったの。その子リアルも可愛いんだけど、でも私は自分のことを肯定する言葉を自分の口から言うっていうこと、この世の中にあることを知らなかったの。なるほど。衝撃が走って、これありがとうございますって言っていいんだと思って、ここから何か肯定してもらったらありがとうございますって言うようにしたの。なるほど。いいと思うの。別にたとえ相手がお世辞で土の子くんかっこいいねだとしてもう思いっきり勘違いしていいと思うよ。すごいいいこと言うなって人がいたんだけど、被害妄想っていう言葉あるでしょ。何があっても自分が攻撃されてるみたいに思ってしまう、それじゃなくて逆被害妄想をしましょうって言ってる人がいて、何がされても自分は愛されているんだってめっちゃいいでしょこれ。もう困ったな、また愛されちゃったみたいな。もうみんな土の子のこと大好きだからなーっつって何があってもそういう態度を取るのよ。そういう風に言ってる人がいて、あ、この人めっちゃ面白いこと言うなと思って。練習になる気がする。アバターを着てみんなに可愛いって言ってもらえるっていうのは、リアルでそんな風な考え方ができるようになると思うから、すごくいいと思う。そうだね、それにすごい好きだったのが、九条りんごさん、ミトちゃんがたまたま見てた動画をパッて見たら、お悩み相談室みたいなのやってて、それで九条りんごさんが自分のことを愛してるって言えばいいよっていうようなことを言ってて、うわ、なんて素敵な人なんだろうと思って、そっからめっちゃ好きになっちゃった。一瞬でファンになった。いつかここでお会いできたらいいなと思ってて、すごい素敵な人。コンプレックスってあるでしょ。顔の変なとこにほくろがあるだとか、丸顔だとか、顎が出てるとか、そういうコンプレックスに引っ張られて本当は輝けるのに生き生きとできないっていうことあると思うんですよ。みんな同じ問題を抱えてて、顎が割れてる。そう、土の子顎割れてるから、そんな感じでコンプレックスに引っ張られて生き生きとできないみたいな、そういうのってあると思うし、しょうがないことだと思うんですよ。でもバーチャルやるとリアルアバターは1アバターにしか過ぎないっていう認識にどんどんなってったりするんですよ。自分の半分以上土の子だと思ってるし、リアルの生活も土の子キャラになりつつあるよね。本当に毎日が楽しい。土の子も昔からこんな元気いっぱいだったわけじゃないんですよ。うつ病だったし、かけらもないよね。うつ病。そんな風に思うかもしれないんだけど、うつ病になった時もあって自分に自信が持てなかったんですよ。でもこうやってバーチャルに入って新しい自分として、そう、なんかただ単に新しい自分で新しいスタートとかじゃないのよ。新しいアバターになるとみんなが新しい自分として認識してくるから。第2回でも話したけど、土の子ちょっと顔が怖かったりしてあんまり話しかけられないキャラだったりするんだけれども、中に入ったら、あー土の子さんだーって言って話しかけてもらえるわけですよ。こんな風に周りの人たちの接し方から変わってくるっていうのがあって、本当に新しい人生を送れるというかね、そこをすごく強調したいなって思って。本来はね、コンプレックスも気にしなくていいものだと思うんですよ。いいじゃないですか、顔にほくろがあっても顎が割れててもいいじゃないですか。そう顎を掴むのが好きなんだけどミトちゃんみたいに自分のコンプレックスを好きって言ってくれる人もいるわけだし、あんまり気にしなくていいんです。気にしなくていいって言われても気にするよって思うかもしれないんですけれども、バーチャル空間でリアルの自分のアバターとは別の肉体を手に入れることによって、あんまり気にならなくなってきたなっていうのも起こるんじゃないかなって気もしてて、土の子こうバーチャルの中に入って元気いっぱいになるっていうことを押し押ししてる感じあるとは思うんだけど、逆に元気じゃない方向に行くこともできると思うんですよ。そうなんだよ。あんまりおすすめはしたくないですけどどんどん闇の世界にね落ちていくっていう楽しみ方もできるんじゃないかなと。ダークな真っ黒い格好して、髪とかもダラーンってたりして、目は赤く光ってて、普段からホラーワールドにいるみたいなことやってたら本当に精神病んでいくと思う。あれはそれだけじゃなくて、自分の今の気持ちに合ったワールドに行くとかもす
すごいいいと思うんだよね。なんか無理に元気出してしんどい時ってあるじゃないですか。でうんそういう時は雨が降ってワールドにさーって行って黙ってポツンといる。でそこにタッタッタって友達がやってきてゆっくりお話をするっていうのもすごくいいと思うんですよ。黙って2人で座ってるとかね。すごく素敵な時間だと思う。この 3D のアバターっていうのがいかに精神に影響を与えるか。ぜひ体験してもらいたいよね。これはね、お友達のヘッドセットをかぶって10分じゃ絶対伝わらないの。本当に伝わらない。それじゃ2週間ぐらいやって気がつくことですわ。アストネスさんっていうレンタルできるお店があるから、そこで2週間ぐらい借りてもいいかもしれない。なんなら有給だって取ってずっと入り浸るといいと思うよ。会いに来てほしいです。ラジオ体操とか参加してるんで、僕とミトちゃんに会うこともできると思うんで、ぜひ遊びに来てみてください。来てください。というわけで第10回バーチャルトークだったんですけれども、最後まで皆さん見てくれてありがとうございました。また次回もお楽しみに。今日は元気だよ、ミトは。今日は前回元気なさすぎなんだよ。今おならの音入った困っちゃうね本当に。クエスト2はおならの音出るから。